始まりました。都市と写真。今日は JR 大阪駅のすぐ西にある JP タワー大阪というビルに行ってみます。大阪駅の2階を西に歩いていくと新しいデッキが見えてきます。ここは2023年11月から通れるようになった新しい通路です。まず左を見てみましょう。こっちは方角でいうと南です。ヒルトン大阪などのビルが見えます。下はまだ工事中のエリアが目立ちますね。でもこの辺結構好きかもしれません。一方、右は JR 大阪駅のホームが見えます。遠くには梅田スカイビルも見えますね。大阪住んでる人にとってもここからの景色は新鮮だと思います。そうこうしているうちにデッキを渡りきり、前方に切手という看板が見えてきました。切手は東京の丸の内にもありますよね。日本郵政が展開する商業施設のことで、オフィスエリアも含めた建物全体は JP タワーになります。グランドオープンは2024年の7月です。はい、まずこの2階の高い場所から下を見下ろす角度で何枚か撮ってみたいと思います。まずはここ中央のエリアに人を置いて撮りましょう。一人を撮ったすぐ後に傘を差した人がやってきたので、それを撮ります。はい、いわゆるポツン構図ですね。高い場所から撮るときはこのような構図をやりがちです。次はこっちの階段を降りた人が真下を横切っていくので、それを撮っています。ちょっと動画では分かりづらいのですけど、今右から左へ歩いていく人を撮りました。で、数秒後に先ほどの人が戻ってきたので、それも撮ります。はい、ここです。こちらシンプルな構図にまとまりました。次は上を見上げています。この辺は高層ビルが多いので、上を見上げるのも楽しいですね。はい、こんな感じ。次は階段を一つ降りて、この正面から超広角で狙ってみます。いい感じ。さらに階段を降りてみます。ここで前方から人とすれ違いました。これは撮るしかないでしょう。振り向きざまのショットですね。一瞬で縦構図から横へ持ち替えて撮りました。はい、これも想像通りです。次に気になったのはこの階段のジグザグとしたラインです。このラインを生かした構図を考えています。しばらく待っていると上からサラリーマンの男性が歩いてきたので、それを撮らせてもらいます。いいですね。ナ
斜めのラインは大好物です。おかわりいきましょう。斜めのラインが見事すぎたので、ここはもう人を入れずにラインを主題にしようと考えました。そこでここまで近づいてしっかりフレーミングして撮りました。どうですかこれ。めっちゃかっこいいですね。いや、自分で言うこと違いますけど、でも痛くなりますね。これはかっこいい。今日撮った写真をおさらいしましょう。まずは定番のポツン構図。これは10点満点の6点ぐらい。人と傘はいいですけど、写っているビルが中途半端ですし、手前の部分もあまりです。ただポツンとさせるためだけに入れたスペースという感じもします。次はこれ7点。先ほどよりもシンプルな構図です。ここは晴れの日に影を入れて撮るともう少し良くなりそうです。次はこれ7点。ビルの密集感とコントラストはいいです。ただ主題何を見せたいのかっていうのがちょっと弱いかな。次はこれ8点。雨上がりの湿度、ビルと光、そして左のガラスの反射、通行人の位置、まずまずのバランスだと思います。次はこれ7点。ありがちな構図です。何が悪いというわけではないんですけど、飛び抜けて良い点もないかな。次はこれ8点です。ジグザグのラインと人、コントラストは穏やかで無理にして作った感じがないのが気に入っています。最後はこれ8.5点。斜めのラインを主題に抽象的に切り取れた一枚です。近くの手すりから遠くのビルまでの奥行き感もいいですね。この写真に人を配置するなら左の階段の途中に傘を差した状態で入れたいですね。それは次に撮る時の楽しみに撮っておきましょう。はい、ということで今回の動画は以上となります。JP タワー大阪というビルの一角に行ってこれだけの写真が撮れました。大阪駅からすぐ近くの場所なので、皆さんも機会があればぜひチャレンジしてみてください。数歩進んではもう上を見上げたり、また下を見下ろしたりと、構図の宝庫でしたね。特に最後の階段で3枚撮ったあたりはもうゾーンに入ってたと思います。シャッターを切った次の瞬間には新しいアイデアが生まれてっていうのを繰り返しながらどんどん写真が高まっていく。そしてもう完全に集中してその写真の世界に入っていくっていう感じ。これはもう体験したことないとわからないですよね。ストリートフォトを撮っていて最も気分が上がる時間です。いややっぱりストリートフォトって楽しいです。皆さんも撮ってますか？次の週末はぜひカメラを持って撮りに出かけましょう。それではまた。